こんにちは、シロです。先日2000円ぐらいで購入できる Apple Pencil の互換品ゴーラーのタッチペンの動画を公開させていただきました。今回はエラシーというメーカーのタッチペンをご提供いただきましたので、その内容についてレビューしていきたいと思います。はじめに結論を申し上げると、純正品と遜色ありませんでした。はい。というわけで、まずはこちら、純正の Apple Pencil 第2世代、それから前回ご紹介したこちら、ゴーラーのタッチペン、それから今回ご提供いただいたエラシーのタッチペンについて、それぞれね、項目を分けて比較していきたいと思います。まずは価格ですが、第2世代の Apple Pencil は 15,950 円、それから黒いゴーラーのタッチペンについては、2399円。そして今回ご提供いただいたエラシーのタッチペンは1889円となっているので、エラシーのタッチペンがね、若干価格面では優れているのかなと思います。ゴーラーのタッチペンに関しても純正品と比較するとかなり安いことがわかりますよね。そしてデザイン面を比較していくと、デザインに関しては純正品はシンプルを極めたようなデザインに仕上がっています。ここね、店名はちょっとへこんでいるんですけれども、それにしても他にね、何か装飾があるわけではない非常にシンプルなデザインになってますね。 LED とかで光ることもなく、マットな質感で高級感もあります。このデザインだけを見ると Apple らしいなっていう風に感じる方も多いのではないでしょうか。続いてゴーラーのタッチペンですが、見た目こそ Apple Pencil に似ていますが、若干長さが短くて LED ライトが埋め込まれていて、使用中や充電中は LED ライトが光っています。前回も言いましたが、青い色の LED は個人的にはものすごいイマイチポイントですね。せめて白にしてくれればよかったなと感じています。とはいえ2000円ちょっとという価格で Apple Pencil にここまで似ているのはいいですよね。また純正品にはない色の展開もあって、白と黒があるので好みで選べるっていうのもこのペンのいいところではないでしょうか。僕はね、黒を選びました。そしてエラシーのペンですが、こちらに関してはへこみとかはなくて、どちらかというと第一世代っぽい Apple Pencil のデザインだなと感じています。丸っこいデザインで、ここ真ん中にね、ちょっと今光ってますけれども、大きいボタンがついているほか、上の部分に関してはキャップになっていて、ここで充電することが可能です。第一世代の Apple Pencil のデザインが好きだなっていう人にはね、結構受け入れられやすいデザインなのではないかなと感じています。個人的にはあまり第一世代の Apple Pencil のデザインは好きではないんですが、それでもね、結構その質感っていうのもプラスチック感が前面に出ているわけではなくて、マットな仕上がりになっているので、見た目に関しては値段以上に高級感があるなっていう風に感じています。続いて機能面を見ていきましょう。機能面ですが、この3本大体一緒の機能になっています。傾き検知や筆圧検知機能、パームリジェクションはどのペンを買っても搭載しています。なので通常利用であればそこまで機能については気にならないのかなと感じています。充電方法に関してはこちら真ん中の純正品が圧倒的に便利です。なんといっても本体にパチンとくっつけるだけでペン本体の充電ができるっていうのはね、個人的にものすごいこの点に関しては純正品は優れているなと感じています。一方で先日ご紹介したこちらの黒いゴーラーのタッチペンに関しては、専用のケーブルが必要っていうのはね、個人的にめちゃくちゃマイナスのポイントです。専用のケーブルといっても USB Type-C や Type-B マイクロ USB といったね、どこでも手に入るようなケーブルではなくて、この上に直接くっつけるようなちょっと特殊な形状のケーブルが必要っていうのはものすごいマイナスポイントだなと感じています。エラシーのタッチペンに関しては先ほども言いましたけれども、上のキャップを外して充電する仕組みになっていて、マイクロ USB で充電できるので、もしね、出先でケーブルがなくなったとしてもすぐに購入できるのかなと感じています。あとこの3つの中で大きな違いといえば、こちらゴーラーのペンに関しては充電することはできませんが、本体に磁気吸着することは可能です。ピタッとね、くっつけることができます。 iPad を持ち運ぶ時などはね、やっぱり本体にくっつけて持っておけるっていうのは非常に便利なので、この点に関しては優れている機能だなと感じています。エラシーのペンに関しては磁気吸着機能は搭載されていないので、別途このペンを持ち運ぶ方法が必要になります。この点に関しては個人的にはマイナスポイントだなと感じています。とはいえね、価格が2000円を切るぐらいの激安のペンなので、このぐらいの機能はね、妥協しなきゃいけないポイントなんじゃないかな。むしろ価格だけ考えたらものすごくよくできてるペンだなというふうに感じています。それからこのゴーラーのペンとエラシーのペンに関して言えることなんですけれども、両方とも Bluetooth 接続は不要です。これはね、結構大きいメリット
だと思います。 iPad と接続する必要はなくて、それぞれ本体に電池さえあればすぐに使い始めることができます。ただしちょっとね、これは僕の iPad の問題なのか OS の問題なのか、そもそもそういった仕様なのかは分かりませんが、 iPad と Apple Pencil が Bluetooth 接続されている時っていうのはね、なぜかこの2本のペンでは文字を書くことができないので、普段純正の Apple Pencil を使っていて出先でこれらのペンを使いたいみたいな用途を考えている方は Bluetooth 接続を解除する必要があるっていう点はね、注意が必要かなと思います。続いてペン先についてですが、いずれも POM 素材で作られています。どのペン先も POM らしい滑らかな書き心地になっていて、正直僕は使っていて違いを感じることはできませんでした。そもそも Apple Pencil と iPad っていうのはね、そのままの状態だとものすごく筆記性が悪いんですよね。ペーパーライクフィルムを貼り付けるとペン先が引っかかるようになるので、ものすごく文字を書きやすいんですけれども、ガラスフィルムを貼っているだけだとペン先はかなり滑ってしまいます。ペーパーライクフィルムがあるだけで筆記の快適さが向上するので、まだ持っていないっていう方はぜひね、ペーパーライクフィルムを用意した方がいいのかなと思います。僕が使っているペーパーライクフィルムは概要欄に記載してあるので、ぜひ概要欄をチェックしてみてください。はい、続いて対応している iPad についてですね。いずれも対応している iPad は2018年以降のモデルになります。今新商品を買うっていう方は気にしなくていいですが、古い iPad を使っていて Apple Pencil の第一世代が壊れたから新しいペンを買おう、それも互換品でいいやって考えている方は、対応している iPad に制限があるっていう点は事前に知っておいた方がいいかなと思います。はい、で最後に肝心の使い心地についてですが、僕レベルの用途だと全部一緒です。どれを買っても一緒です。高い純正の Apple Pencil でも安いスタイラスペンでも違いは感じられませんでした。高いからって上手に絵が描けるわけではありませんし、安いからって描いてる途中に線が途切れてしまったり遅延がひどいなんてこともありません。もちろんものすごく絵をたくさん描くイラストレーターの方とかはね、この辺の使い勝手についてかなりシビアに違いを感じられるかもしれませんが、絵が描けない僕は全然気になりません。純正品にこだわりがないっていう人は、少なくともここで紹介しているゴーラーのタッチペンとエラシーのタッチペンは非常におすすめできる安いペンだなと感じています。では最後になりますが、ここまで紹介してきた内容をまとめてご紹介したいと思います。初めに言った通り、どのペンを買っても僕個人の使い方としては一緒です。純正品じゃなきゃ嫌だっていう人は純正品を買えばいいと思いますし、こだわりがないなら安いスタイラスペンで十分だと思います。 iPad を買う時ってなんとなくペンも必要そうだからって、僕もねそういう理由でペンを買ったんですが、実際そこまで使わなかったりするんですよね。なのでまずは安いペンを買ってみて、どのくらい使うかを確かめてみるっていう利用方法がおすすめできます。実際僕は週に1回もペンを使う機会がないので、こんなね1万5000円もするようなペンを買う必要は全然なかったなと今では感じています。そういった意味では今回ご提供いただいたエラシーのタッチペンはめちゃくちゃ安いですし、充電の端子はマイクロ USB になっているので、もし出先で充電がなくなってもケーブルをその辺で買うことができます。ゴーラーのタッチペンの充電器は絶対に買えません。僕はスマホとか iPad とかパソコンとかね、この撮ってるカメラとかもそうなんですけど、すぐ充電を忘れちゃうんですよ。なのでケーブルの汎用性が高いっていうのはね、結構魅力的に映りますね。はい、というわけで今回は iPad に使えるスタイラスペンを比較してみました。このチャンネルではこうしたガジェットレビューや Vlog といったね様々な動画を投稿しています。ぜひチャンネル登録、それからグッドボタン、できればねコメントもいただけるととっても励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。